ロビンくんの部屋。はい、皆さんお疲れ様です。ようやくですね、ハイプレッシャーポンプの方がなんとかね、取り替え完了したわけなんですけども、それに接続されてですね、低圧側の燃料ホース、こちらの方をですね、今回は取り替えていきたいと思います。前回取り替えの時にね、ちょっとね、破損したんで取り替えていきます。これを外せばいいですね。これを外したら燃料系の、ポンプとか全部止まるので、これを外していれば引き出したりね、することがないと思います。はい、かけるね。1、2、3、4、5。5番目、1、2、3。1、2、3、4、5番目の板。これもね、1、2、3、4、5番目です。はい、それでは作業の方を始めていきます。まずはですね、エアクリーナー。これね、ダクトごと引っこ抜きます。これをしないとですね、ちょっと低圧ホースのところに手がね、入らないで、まずはね、この下準備の方をしていきます。はい。それが終わりましたら、今度はね、空気の導入口ですね。こちらの方もね、外していきます。もうこれはね、もうはめ込み式なんで簡単です。このホースを交換していきます。見えるかな、ここ。見えるかな。これ。はい、タンク側のコネクターは丸印で囲んだところになります。こちらの写真は、運転席側のタイヤを外して下側から撮影したものになります。もうここ外してますね。時が消えさ。やばい。あった。押し込みが辛い。待て。はい、なんとか取れました。はい、こんな感じですね。純正のやつは結構ねんねと曲がってますけども、多分このままでもね、使えると思います。ちなみにこれ新しいやつがね、こんな感じですね。はい、はい、
古いのね、これちょっと落ち潰ちゃいましたんで、こんな感じです。コネクターもね、はい、こういう風になってます。これ古い方ですね。はい、新しいのも同じですね。はい、じゃあ、つけていきます。はい、ホースね、ここの間を通して、で、下の方に入れていきます。この奥ですね。これですけどね、これめちゃくちゃ硬いです。なんとかね、こう片手でね、ここまで下げんとね、もう外れんので、これはですね、ちょっと指の力をこう鍛えてですね、ちょっとね、力つけてから外した方がいいかと思います。めちゃくちゃ硬かったです。なんとか片手でね、外れましたけど。はい、なんとかですね、ホースの方外れたわけなんですけども、こちらについてはですね、ちょっとね、コツがあります。まずね、ハイプレッシャーポンプ側ですけども、この黒い部分を、ラジペンとかでこう押さえながら、まずはですね、引っこ抜くんじゃなくて、ポンプ側に押し込みます。で、押し込んだ状態でこう抜くという風にすると、すぐにポンと取れるようです。はい、次にですね、燃料タンク側ですけども、これはね、ただ単にこの黒い部分をこう引っ込める、だけなんですけども、これがもう非常に硬いです。ほんで私がこう上からですね、手突っ込んでなんとかね、こういける位置なんですけども、片手しか入らないんで、ちょっとそこがね、苦労いたしました。はい、ということで、ね低圧側のですね、燃料ホースの取り替え完了いたしました。結構ね、取り外し時にはですね、指の力が一体して大変だったんですけども、逆にね、取り付けの時はね、もうカチッとはめ込むだけで簡単に取り付けることができました。これでですね、エンジン周りのこの、高圧ポンプ周りですね、の取り替えが終わったんですけども、あとはね、もうこれでちょっとこのミニクーパー、の様子をですね、見ていきたいと思います。はい、ということで、今回のロビン君の部屋はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。